はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KB やトゥールビヨン X1DT モデルです。すごーくざっくり言うと、上位モデル TV プロの定域を強化した感じなんでしょ？間違ってはいないけどざっくりすぎ。それにしても、見た目が TV プロとそっくりだね。トゥールビヨンという時計の複雑機構がデザインの核だからね。重力の影響で生じる時計の正確さを補正するために18世紀末に生まれた画期的な発明ですよね。そう、超高級時計の代名詞なんだ。そういうことか。納得。TBX はイヤホンでコストのかかる部分、メインキャビティの金型を TV プロのものを丸ごと使うことでコストを大幅に軽減させたんだ。なるほど。でもデザインはちょっとだけ違いますけど。そこはインサート成形だよ。ケーキの型はそのまま使い回して中に入れる焼き印のプレートだけを差し替えるイメージだね。焼き印？そのプレートを差し替えるだけで中身の美味しいケーキじゃなくてイヤホンの模様が変わるってこと？そうやって型を全特化する無駄を省いてる。なるほど。その浮いたコストで私に美味しいスイーツを。そうじゃないでしょ。相変わらず食いしん坊ね。TV プロの品質を維持しつつ7000円台で発売された TBX は TV プロを価格で諦めていた層には魅力的ですよね。でもさ、中身のドライバーまでは流用できないよね。そこはどうやって工夫してるの？製造プロセスの合理化だよ。プロが複雑な積層振動板なのに対し TBX は CVD 法を採用した。ガス状の原料を反応させて膜を作る技術で繊細な工程を大幅に減らせる。工程がシンプルになって高品質なものを量産しやすくなったんだね。そう、音の質感を損なわずに技術で賢く再定義したのがこの TBX というわけだ。視聴した時の想像以上の音質にはそんな合理的な製造背景があったんですね。TBX の価格は7000円台。シルバーとダークシルバーの2色展開。歯車のギアデザインとポイントの色の違いが TV プロとの数少ない識別点です。装着感は亜鉛合金ゆえの重みがあるけれど厚みが抑えられている分耳への収まりはいいね。はい、金属筐体特有の密閉性もあって音漏れの心配もほとんどありません。さて、今回の比較モデルは何かな？上位モデルの TV プロと同価格帯の 1DD カファインクリーン SV にしてみた。今回はあえて TV プロを音調整の基準にして TBX の低域がどれだけ迫力を増したか確認してみよう。OK。じゃあ早速サウンドチェックいってみよう。ボリューム上がるよ。はい、サウンドチェックでした。TV プロを基準にして正解でしたね。TBX の低域の強さがよくわかりました。中高域も TV プロほどではないけれど、しっかり出ていて、低域に埋もれていない感じだったと思う。5キロ付近に小さな山があるのが効いてる。これでバランスをとっている気がするわ。そうですね。一方クリーン SV はわずかだけど TV プロよりさらに攻撃がすっきり聞こえたよ。クリーン SV は低域が一番抑えられているから、その分中高域以上が聞こえやすくなるよね。はい、クリーン SV にはチューニングノズルが付属していて、ゴールドノズルに変えればさらに中高域を強化できますね。ってことで、低域の迫力なら TBX、高域の繊細さならクリーン SV ってことだね。
イヤーチップの比較もしてみたので、ちょっと見てもらえますか？バンドル2種類のうちの1つは TRI 角笛です。リーズナブルな価格で定番の角笛、持っていていいイヤーチップだね。この2種類のイヤーチップは特性が結構違うから、装着感も含めて自分に合う方を選んでみてほしい。常用しているリバイナスベルベットでは6キロあたりが少し持ち上がる感じで低域の強い TBX に合ってると思った。なので特性的にはバンドル品だったら角笛が合ってる気がする。ちなみに他のイヤーチップも測定して重ねてみたけど、重なりすぎてよくわかんないよね。傾向としては大きく2グループに分けられる。6から7キロにかけてが大きく沈むタイプと、それ以外ってことですね。もちろん装着感優先で選ぶのがベストですけど、傾向を知っておくと選びやすいので参考になれば嬉しいです。じゃあ TBX 実機視聴の印象に行ってみようか。そうね、まず低域。これ 1DD なのに低域が別のレイヤーからなっているみたいで分離感が特徴的でした。だからかな、他の帯域を邪魔する感じも少なくて 1DD としては新感覚でした。だね。量感とアタックもいい。フロアタムの迫力も堪能できるし、ベースラインも追いやすく、さらにスラップベースのプルに物足りなさを感じることもなかった。中高域以上がしっかり出ていないとこういう感じにはならないと思う。低域が強くても 500Hz 以上2キロあたりまでを少し抑えてるから、重たいけど重苦しい感じはしなかったね。確かに2キロ付近でも基準ラインより少しマイナスというのは結構珍しいかも。ここがポイントなんでしょうかね。その代わり5キロあたりに小さな山を作ってる。これがメロディーやボーカルを沈ませない秘訣に思えるよ。なるほど。おかげで分厚い低域に支えられつつ多少の視察音は感じたけど、ボーカルもバランスよく聞こえるんだね。広域のシンバル系は存在感がありますが、痛い響きじゃないのが好印象です。ただ5キロの山のせいでハイハットが少し厚みのあるシンバルで刻んでいるような独特の響きに感じたよ。空間は広く感じて、それが低域が強いのに心地よく聴ける要因じゃないかな。低位も良くて隅っこの方で鳴っている音が目立つこともあって、あれこんな音鳴ってたんだと思った曲もあったね。まとめると TBX ってどんな人に向いているんでしょうか。同価格帯で迷っている場合、低域の迫力と広い空間を求めるなら迷わず TBX じゃないかな。一方で広域の伸びやかさを優先するならクリーン SV、 モニターライクな正確さを求めるなら TB プロって感じ。 TB プロは価格帯が変わっちゃうけどね。なるほど、確かにそうですね。TBX は TB プロの資産を生かしつつ、リスニングの楽しさを最大限に引き出したモデルだと思いました。そうだね。7000円台でこの質感とサウンドが手に入るのは最近のコスパ機として間違いない選択だと思うよ。 TB プロの高級感をそのままに遊び心をプラスした TBX、 皆さんのイヤホン選びの参考になれば嬉しいです。はい、ということで KBER の 1DD モデルトゥールビオン X のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。